皆さんこんにちは。将棋女流棋士の山口恵理子です。今日の動画では将棋で勝つためのコツ、形勢判断の仕方についてお話ししていきたいと思います。将棋のルール、駒の動きを覚えていざ将棋をやるぞってなっても最初のうちは何をしていいかわからないと思います。どの駒を動かしていいかもわからないですよね。将棋の最終目標は相手の王様を詰ませることですが、最初の局面からそこまでの筋道を立てるっていうのは難しいです。で、全ての筋道を立てれることができるっていう人は漫画の世界にしかいません。でも小さな有利を積み重ねてどんどん大きな有利に拡大していけば王様を詰ませることは簡単になっていきます。将棋の強い人っていうのはこの小さな有利を積み重ねるっていうことがとっても上手な人っていう風になります。ここで言う有利不利、将棋では形勢と言ったりしますが、それには判断のポイントがあります。今日はそちらをご紹介したいと思います。じゃん、形勢判断の3原則。その1、相手より多くの駒、強い駒を持っているかどうか。その2、王様が安全かどうか、相手より硬い囲いになっているかどうか。その3、相手の攻めと自分の攻め、どちらのスピードが速いか。この3つとなります。では実際の盤面を見て私なりの形勢判断をしてみたいと思います。ではこの局面ですが、まず1つ目の駒の損得から考えていきましょう。駒の損得なんですが、初期配置から駒が増えているか減っているか。さあこの下側を先手側、上側を後手側っていう風に言います。先手側はどうでしょうか。減っている駒が銀ですね。初期配置と比べて銀が1枚減ってます。で、増えてる駒は何かって考えると、こちら金と桂馬が増えています。金桂2枚と銀1枚の交換ということで2枚の方が嬉しいですよね。金桂2枚なので先手側、下側が得をしています。あともう一つポイントがありまして、最初飛車だった駒が竜になってます。将棋って駒がなるとパワーアップするので、より価値が高い駒になったっていう風に判断できるので、駒の損得っていうところで駒の強さがパワーアップしたっていう意味で得してるっていう風になります。ということで駒の損得1つ目は金桂と銀の交換で駒得した、駒の多さですね。駒の多さで得をした、飛車がなったっていう2つ目のポイントで駒が強くなった。でこの2点において先手側が駒の損得においてちょっと得をしたっていう風になります。この駒の損得を考える上で駒の価値、それぞれの駒がどの駒が強くてどの駒が弱いかっていうのがとっても重要になってくるので、また別の動画で詳しく説明したいと思います。1つ目の駒の損得では下側、先手側が有利っていう風になりました。では続いて2つ目、王様の安全度はどうでしょうか。王様の安全度を考えるときに、これ囲いの強さっていうのの相関図を頭に入れてるととっても分かりやすくなりますし、強くなるにはそれをした方がいいんですけど、最初のうちから相関図分かれって言われても難しいですよね。ということで私なりのやり方でちょっと考えてみたいと思います。私なりの王様の安全度のやり方なんですけど、王様の周りにいる金銀の枚数を比べるっていうやり方でやるといいと思います。では比べてみましょう。まず先手側は金銀3枚いますよね。で上側、後手側は金銀2枚ということで3対2で3枚の下側、先手側の方が王様が硬いっていう風になります。囲いの相関図がまだ頭に入っていない人は王様の周りにいる金銀の枚数を相手と比べて考えてみましょう。王様の安全度は下側、先手側が硬いっていう風に判断できます。では続いて3つ目、攻めのスピードなんですが、結構自信を持っている私なりのやり方がございまして、そのやり方はタダで取られない王手が何手でかかるかを相手と比べる。これは結構自信を持ってます。で
下側先手側が王手をしようっていう風に、相手の王様を取るぞっていう風にする手をするのが王手っていうんですけど、それをやるにはまず金を打つ、これが一つで、これ取ると取り返せますね。これ竜元飛車のあれなので取れるということで、ここの地点に打たれた時に取り返すことができませんということで、これはタダで取られない王手達成となります。金の他にタダで取られない王手だとこういう手ですね。香車を取る手とか、竜で次に王様取るぞってする手があります。ではタダで取られる王手っていうのは何でしょうか。タダで取られる王手っていうのはこういう手ですね。こういう風にやると次王様取るぞってしてるんですけど、取り返された時にまたこの王様を取り返す駒がないですよね。ということでこれはタダで取られるので失敗となります。タダで取られない王手は金とか竜とか王手すればタダで取られない。そして下側は一手でタダで取られない王手をすることができました。では次です。上側後手側はタダで取られない王手することができるでしょうか。タダで取られない王手、でも王手をするっていうだけならこうやって銀を打てば王手できますね。ただこれを取られた時に残念、取り返す駒がありませんということで、これはタダで取られた王手なので失敗となります。ではタダで取られない王手を上側後手側がするために何手かかるかを数えてみましょう。ついて1手、こうなって2手、銀を打つ。これをすると取っても取り返すことができるのでタダではないですね。ということでタダで取られない王手がここで達成できました。今数えてみると123手3手かかってましたね。ということで下側先手側は1手でタダで取られない王手ができるのに比べて、後手側上側は123手かかりました。1手と3手だったら1手で王手できる方が攻めのスピードが速いっていう風に考えられます。攻めのスピードの判断の仕方でした。ということで今3つお伝えしたんですが、復習してみましょう。この局面の1つ目の判断基準、駒の損得は金桂と銀の交換、そして飛車が成ってたこの2点のポイントで駒の損得下側が有利。2つ目、王様の安全度は金銀が3枚金銀が2枚3対2ということで下側が有利。では3つ目、攻めのスピードは相手の王様に対して下側先手側は1手でかかる。それに対して上側後手側はタダで取られない王手をするために1手2手3手かかる。1と3だったら1の方が早いですよね。ということで攻めのスピードでも下側先手側が良いっていうことになります。この3つ全てにおいて下側先手側が良かったっていうことで、形勢判断的には下側先手側がかなり有利っていう風になります。今日の動画のまとめです。まずは形勢判断の3原則。1つ目、相手より多くの駒、強い駒を持っている。2つ目、王様が安全かどうか、相手より硬い囲いになっているかどうか。3つ目、相手の攻めと自分の攻めのスピードはどちらが速いか。この3つとなります。そしてその形勢判断の3原則に基づいた形勢判断のやり方、この3つまとめたいと思います。1つ目、初期配置から自分の駒が増えているか減っているかを数える。そして相手と比べてみる。2つ目、王様の周りの金銀の枚数を数えて相手と比べる。形勢判断のやり方3つ目、タダで取られない王手があと何手でかかるかを数えて相手と比べる。形勢判断の3原則、そして具体的な形勢判断のやり方、少しでも参考になれば嬉しいです。では今日の動画はここまでとなります。ありがとうございました。